どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。すれ違った人の前髪を1ナノメートルチリチリにする能力者さやです。切るわけでもなくチリチリなとこが悪いよ。しかも視認できない。1ナノメートルってなんかね、タバコの煙の粒子の単位だったかな。じゃあいいよ、チリチリにしてくれてる。合ってるか分かんないけど。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。鹿係です。あくまで係です。係だから鹿ではない。鹿で、あ、見ないでって言ってる。なんで？あ、これ鹿だったらしい。これ鹿なんだ。こいつは鹿なんだ。これ結構聞いてるよ。ケレミよ。ジータ&バータ。はい、ということで今回こちらです。筋子。なんで気づかなかった。なんだこの筋子って。筋子。しかも柵がカットされてる。すごいね。潰れたシャリみたいな。潰れたシャリ。すり子。はい、みんな大好きすり子。3コインということで今回やっていく企画はこちら。てんてててんてててんてててん。すごい、しかも気持ち悪いところで切り上がった。3コインズに売ってるあれやこれやを試してみた。それもまた。はい、ということで、あれやこれやと言っても2つなんですけど、お絵描き系で試してほしいものを夏目さんちに教えてねって言ったじゃないですか。結構最近3コインズの話題が出てきて、あれですか、もしかしてお鍋の横にクリップでくっつけて湯切りするときに楽なざる。パスタね。あ、そうそう、パスタとか最後めっちゃ使ってるやつ。そうそう。あ、それとも野菜を入れてチンするだけで蒸し野菜ができるタッパーのことですか？お絵描きチャンネルだっつってんの。あ、それともそれさやんちに持ってる。そんなのはさやんちでやってくれ。3コインズ便利でさ。いや、そう、3コインズね、さやめっちゃ好きでね。いや、そう、大好き。そんな3コインズなんですけど、もちろん画材系もあるわけですよ。でもなんか夏目さんち確かに3コインズで買ったことはあんまなかったかな。そうだね。コメントでいただいたのが、まず一つこちらです。うわー、破れたよこれ。殿、お頼むよ。殿、ごめん。アクリリックマーカーセット、なんと3コインズであるんだ。しかもちょっと300円だからちょいいいね。しかも300円でさ、このラインナップすごくないですか？ちゃんと使えたらこれは嬉しいやつね。アクリリックマーカーといえば僕の大好物なんで。あ、そうだね。あっちこっちからアクリリックマーカーを見つけたら買ってる源さん、3コインズでまさかあるとは思わない。でそしてもう一つがタブレットだ。こんなん3コインズ売ってるんだと思って。これ300円ですか？かける55。300円かける 55。 要するに16,500円。全然3コインズじゃねえっていう。まあたまにあるよね、そのはみ出商品。300円はみ出すぎだろって感じで。今回いただいてたのが格安のタブレットが出たんですけど、お絵描きに使えるんですかとか、ちょっとお絵描きに使えるなら欲しいみたいな。まあそうだよねっていうコメントもありまして、じゃあ買ってみるかと思ったんですけど、なので今回この2つを使っていければなと思うんですが、こっちはなんかさ、わかる？どれだけ使えなくても多分使えると思う。あ、そうそうそう。もし万が一ね、色のついた汁があればっていう感じはあるから。ぶっちゃけ楽しいと思うのこれ。わかんないけど、ちょっとこの先にちゃんと試した方がいいなって思うのがタブレットですよ。僕が普段使ってるのはこの iPad Pro なんですよ。頂点やん。そう、でも違う。頭のどこかでこれを期待してる。いやでもまあそれはそうだね。どこでも持ち運んで好きなとこで絵をいつでも描いてっていうのがやりたいからタブレットが欲しい。スマホよりね、こう大きくて。そう。一旦ちょっと先に値段の話で言うと、これはもうこいつは30万以上するんですね。月収。マジパソコンなんよ。だから iPad Pro はそりゃいいよねっていう。っていうのはまあ前提として3コインズ ×55 が一体どれぐらいなのかっていう話を言うと、3コインズのホームページ見てみたんだけど、お絵描きしたいかどうかを判断するために見てほしいのがメモリっていう部分なんですよ。ストレージではなく、これなんかややこしいんですけど、ストレージっていうのは書いたものを保存する容量ってことだよね。でメモリっていうのが 3GB なんです。これがイラストを描くには多分足りない。メモリってなんやねんって話で言うと、3GB のメモリがこれです。この広さ以上のものは載せられないんですよ、メモリっていうのは。これお絵描きソフトを立ち上げた状態だと思ってください。お絵描きをするっていう作業にこれぐらいメモリを使うとして、もうほんとチミチミチってなっちゃってんじゃん。こうなるわけです。ここにさらにお絵描きで絶対やりたいのがレイヤーを1枚増やしますって。あ、確かに。そうするとさ、ちょっとだけ下の紙からはみ出てるじゃん。もうはみ出てる。じゃあ今度エフェクトモリモリにしちゃおうかなって言って、どんどんはみ出てくる。足らないじゃん。もう乗らないよ。そうするとアプリがどうなるかっていうと、カク
書くもう動けないみたいな感じになっちゃうっていうのがメモリなの。要は処理能力の問題、で絵を描くって思ったよりちゃんと使うっていう、で iPad とかがどれぐらいかっていうと、僕が使ってるのはもう 16GB とかわなんですね。でこれ僕の使ってる iPhone の15 Pro Max、メモリは 8GB なんです。おあれってお前ってなるじゃないですか。でかいとスペックが高い気しません？だけど実は皆さんが普段使ってるスマホのがこの 3COINS で売ってるこいつより全然スペックが高い。いろんなことが同時にできるよってこと、ね。同時にできるのもそうだし、例えばお絵描きアプリで IBIS Paint とかメディバンでペン使わなくても指書きとかしてる方いると思うんですけど、それそんなに困ったことないからこれぐらいだったら余裕でしょって思ったりしても、案外そのメモリの部分がみんなが使ってるスマホより格安タブレットのが少ない、実はこっちで書いた方が快適にできるっていうのはそういうこと。スペックの部分をちゃんと見なきゃいけない、そう、あんま見方がねむずいとは思うんですけど、一旦メモリだけでも見てみると参考になる。8は欲しい、6ギガでもいいし8でもいいし、そのぐらいは欲しい。でいっぱいいろんなことしたり、でわーってやりたいぞ、快適にやりたいぞっていうんだったら、16も視野に入れた方がいいとかなってくる。レイヤー数のとか限界が来たりと200レイヤー使うぞとかさ、そんなことなかなかないけど、確かにそういうことですね。でそれで言うとじゃあもうちょっと不安かなって思う、今の時点では。でも実際今から使ってみますけど、はい、じゃあやってみましょう早速。さやさんがさ、普段描いてる挿絵みたいな絵がまず描けるのかだよね。そうだね。とりあえず簡単にセットアップだけして、とりあえずYouTube だけでも開いてみますか。夏目さんちじゃあ YouTube 開きまして、夏目さんち開いて、こういうのはだからできるわけです、当然。普通にね、最近でしたベストバイ。はい。動画は全然問題なく見えますね。はい。だからこういうのはいいんですよ。そう。問題はだからイラストが描けるのか。じゃあ IBIS Paint。いろんなサイズあるけど、書きサイズとかで書いてみます？はい。立ち上がりはしますね、全然。じゃあ書いてみましょう。どうぞ。さやさんね。そう、あとね、これごめん、タッチペンがうちさ、このアップルペンシルじゃないタッチペンが、このディスク型しかなくて、真面目に書いて。真面目だよ。めちゃめちゃ真面目だよ。すごいヨロヨロしてるな。めちゃめちゃこれなんでヨロヨロしてるの？これペンの問題か？いきます。はい。あとこれ手が反応しちゃうんだね。でもなんかそんなにカクカクする感じはないかも。すごいなんかこれ筆圧感知はないからね。ペンかな？ペンの問題？ペンの問題な気がしない？なんだこの。待って、ちょっと遅れを感じます。細かい動作も苦手なのか。あとは。なんでこの柔和な表情は何なんだこれ。3回引き直して全部同じさ。ちょっと待って、拡大して弾いてみたらもっと。こっちは。でもなんかちょっとやっぱ柔和になっちゃう。なんかさ、よれない？よれるね。指でやったら。指でやった方がいい？ちょっと遅れるかも。遅いのか、だいぶ。なんかシュシュシュっていうイメージでは書けないかもしれない。ちょっとなんかぎこちないなこのサイズ。なんかさ、よそ行きじゃない？よそ行きだね。なんか知らない人だね。このペンちょっとむずいかも。一回書き直していい？レイヤーを増やすという暴挙に出るよ。待って。タッチ感度の問題かも。もはやここまで。タッチの感度が繊細な動作に対応してないのかな。もはや。なんか歪むね。そう。なんだろうね。本当だ。なんかちょっと待って、僕にやらせて。なんかさ、見ててなんかさ、なんでってなっちゃう。もっとアップにしてやってみる。そうか。ストローク短い方がいいのね。そうかもね。ストローク長いと、これでもいける？いや、よれたな。ちょっと遅いね、やっぱ。そう、少し遅れてくる。ゲンさんが描くさやさんってさ、目さ、太いよね。自分がまつげが多いからさ、人のまつげも増やしてる。待って、なんかニヒル悩みになっちゃう。ちょっと待ってください。前髪の線がさ、困り眉毛に見えてさ、やれみたいな感じで。なんか嫌な感じの。なんかやれ顔してないさやさん。なんかすごいやれ顔だよ。慣れたら書けんこともない。修行だ。すでに指書きがある程度やる人だったらさ、どうなんだろうかなって思うけど、なんかアナログから一発目にここに来ると、ちょっとストレスがあるかもしれないって思った。なんかさやさんよりさやさん書くのうまいじゃん。もうゲンさんにさやさん譲ろうかな。お前が今日からさやさんだ。これあれですね。これが邪魔かも。結構。お絵描きの時の人類の敵。そう。そこが反応しちゃうから、ちゃんと。これなんか設定でもしかしたら切れるかもしれないけど。
はい、まあとりあえずわーできたペン入れはなんか偽物感すごいな。俺がペン入れしただけで、ね、優しい顔してるよ、うん、あなんか色塗ってみてね。シュ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 おー、はいはあ塗る分には全然結構線画がきついか。そう線画がきついかもね。でも塗るのも結構繊細に塗るんだったらその辺はうんそうねきついかも。拡大して塗ったらいい。待って無理かもしれん。なんか急に重たくなっちゃったよ、まだ全然時間かけてないんだけど。かけてないよやったーできたーあー、さやさんだ。ということで今、はい書いてみましたけど、うんこのさやさんを書くのにまあこれ慣れもあると思うんですが、うん15分ぐらい悪戦苦闘しましたね。普段だったら多分さやもう2分とかで2分とかでかける終わっね。ちゃう。例えば下書きをアナログでバーって書いちゃったやつをここの中にあーパシャって写真撮って読み込んで、その上から線が作るとかはできるかもしれないけど、そこまでしてじゃあタブレットでお絵描きをしたいかって問題ですね。あとはそうね、そこからは。うんであともっと言うならメモリがこの3ギガぐらいの 16,500 円の、しかも新品しかないわけよ今、あそうねほとんどね、うんうん、で買うんだったら個人的には僕ごめんなさい、ちょっと前の iPad とか買ったらいいんじゃない？昔のね、中古とかで今安いの売ってるんで、うん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 でそこでもよく見といてほしいのはメモリの部分。ただ iPad6 ギガあるんで、さすがに、うんうんうん6ギガ8ギガとかあるやつがはいほとんどなんで、うんこういうイラスト作業するにはまあご覧の通りという感じですね、はいまあ、もうちょっとちゃんとした絵を描いた方が検証にはなるんでしょうけど、うんまあ一体今これを描いてみて、多分いつも描いてるようなレイヤーいっぱい使う絵を描いたら、相当しんどいんじゃないかなっていう。そうで今の下書き色塗り普通線が、うん今3枚でちょっとおっていうそうたまにおってなんかかカクカクってなったり、結局絵を描いてるとかで一番の天敵って、楽しく作業できる環境だと思うんで、いやそうね、違和感がちょっとでもあるとさ、なんちょっとか楽しさが引っねかかっちゃったりして、こうんうあなんだまたみたいな、うんうんあとこれ例えばまだちょっとしか使ってないか分かんないけど、たくさんレイヤー使ったり、作業時間作業量がかさんできたりしたら、もしかしたら落ちちゃう可能性もあるしね。それは一番辛いね、まあ、なのでちょっとこれはイラスト用として買うにはやめた方がいいですね、というのが夏目さん知的な見解、そうだね。うんまあそれ以外の用途だったら全然サブタブレットみたいなね、そういう使い方だったらこうそうそれはいいね、んじゃないかなと思ちょっいますけど。と大きめの画面でなんか見るみたいなね、そうそうそう、その程度だったら全然使えると思います、そうで一応ちょっと最後に基本的に新品で買うってなった時の金額、こういうタブレット系のに関しては安かろう悪かろうは割と安いのはそれなりに理由があるかなっていう、で高いものはやっぱり高い理由があるっていうところがあるので、その辺はやっぱ慎重にこのスペックの部分とかを見てみて確認してみるといいのかなと思います、そうね、だからちゃんとやっぱ詳しい人に聞いて買えたらね、一番安心だよね、ぜひそんな感じでタブレットでお絵かきライフを送りたい方は参考にしてみてください。ください、はい、じゃあ行こうぜ、俺たちのアナログの森へ行こうぜ。ではアクリリックマーカーセットの方もやっていきたいと思います。いいぜやってみせろよ。どういうテンションなの？まあ、アクリリックマーカーなんでも下書きなんでもバコバコ消えていくと信じてますよ。いやそうそうそう。今日はどっちがいい？男の子がいい？女の子がいい？それともどっちでもないがいい？それと選も択式なんだそれ、ちゃんと。じゃあ女の子にしてみる。テンション高。なぜならお通じがあったからです。ハッピー。でも最近ね、朝起きて、マグカップに梅干しと和風だしとあとごまをちょっと入れたやつをお湯で溶かしてで一杯飲むのが結構効いてる気がする。それが素晴らしいんだ最近。そう、それ最近効果があったので、結構夏目さんちを見てくださってるベンフレンズの皆さん、なんだベンフレ試言い方してみて嫌すぎる。何じゃにしようかな。あ、私エアインテーク書こう。何エアインテークってなんだよ。知らないんですか？知らないよ。エアインテークなんだよ。なんだ急に。よーし書いちゃおうかな、エアインテーク。ムカつくな。ここ浮いてるやつわかる？これエアインテークっていうの？そう、これエアインテークって言うんだって。なんで？わかんない。エアなんじゃない？ここにエア。そういうこと、エアが含まれてるってこと、エアリーってことか。なんか春っぽい絵を描きたいな。なんで冬なのに。全然多分出る時期も冬だと思いますけどこれ。でもなんか先週さめっちゃ暖かくてさ、急に春だったよね。そうめっちゃ春で、うん冬終わったんじゃねとかって言ってたのにはしゃいでたさ、のにねそう今週入ってさまたすっげえ寒くなってきてさ、だから言ってんじゃん。デモ版だって。春の春でも早期アクセス。早期春はそうそうそう。ベータ版確かに春の早期アクセス版が昨日、先週配信されてただけで、あ発売は3ヶ月後ですってやつだから勘違いしないで。マジだなやっぱね1月にね、すごい春が発売されるわけないじゃん。いやよかったでも、そういうことよ。ね、帽子になんか乗せたいな。何乗せようかな。カツオの烏帽子。いいじゃん。美味しそう。食べちゃダメだよ。ごめんね。死ぬよ。
カツオノエボシ食べるとそうなの猛毒だから。カツオノエボシは強い毒を持つ四方動物でクラゲに似ていますが、実際には複数のヒドロムシが集まった軍隊です。怖いな、説明が全部。刺されると電気ショックのような激痛が走り命を刈り取る形してんだよ。だからダメだよケンちゃん、カツオごめんね、ノエボシ今なんかカツオって響きだけで美味しそうじゃんとか勝手に言っちゃったわ。危ねえ。カツオノエボシってワードだけ聞くとちょっとさ美味しそうじゃないなんでさそんな名前なんだろうね。なんでその危ない名前すんだろう。カツオが取れる時期によく流れ着いて、昔の人のさエボシって帽子あるじゃん、あるね。あの長いやつ、うんあれに似てるからカツオのエボシなんだって。カツオはアジが取れる時だったら味のエボシだったってアジのエボシだったからあ、そういうこと。カツオって何月に取れるの？あ、初夏だって初夏。ちなみに英語名はポルトグエズマン・オブ・ウォー。かっけえ。だからつい最近なんか相場を自由にって言ったのってどうかな。言ってない。相場を自由に打ちたいな。はい。綿棒。なんて話はしてないよ。今何の記憶？これ怖いね。怖い。前世じゃない前世。食ったらね、前世だな。ショート動画ごっこしよう。これスワイプされたらもう話変えなきゃいけないっていう。ああ、そういうことね。そう。しりとり。うん。犬。でさ。多分これでスワイプされるなら夏目さんちショート動画全部スワイプされるわ。マジクソみたいな始まりから全部始まるからさ。確かに。みんなよく見てくれてるなと思う。ありがとうございます、本当に。これエビちゃんね。めっちゃ描きやすい。マジ？うん。先がさふわふわでさ、塗りやすいめっちゃ。ね、ゲンさん違うお絵描き対決始めてない？一人だけ。うん、さアクリルクマーカー使ってほしいですけど、普通に筆心地が描きやすいなっていうお絵描き動画始まってる。これ藤原義人さんが使ってた筆心地買ってみたんですけど、すごい良かったね。最近ね、筆心地と買ってよかったものランキングに入れてた瞬筆みたいな、こいつと筆心地を交互に使うぐらいにいい感じです。そうじゃん、ゲンさん瞬筆じゃん。そう、瞬筆はマジでいい。でさ、試してもらっていいから。何の？アクリルク何の動画だっけこれ。なんかもうすでにさ、前半でレビューを終えてるからなんか一仕事終えた気持ちになってんだわ。ただの楽しいお絵描きのお時間に。いいだろ夏目さんち、楽しくお絵描きしたって。けどさ、ダメかよ。お絵描きって楽しいもんじゃないのかよ。横でなんかもう楽しくレビューしてくれてる人がいいからいいかな。これ待って、さやさんしか今日レビューしてなくないじゃん。いや、それはそう。それはそう。ゲンさんスペック喋ったおじさんじゃない？いや、そう、確かにスペックおじさんで多分。でももうちょっとキャンバスとかの方がいいかも。これちょっと画用紙っぽい紙だから。ノリが悪い？ちょっと。そうするとガサってなっちゃうね。これやっぱりこのアクリリックインクだけ使って絵描いた方がいいかなって言おうと思ったけど、アクリリックインク全然使ってない人横いたから安心した？安心しちゃった今。質問しなくてもいいやってなったまだそのターン入ってないだけだ。もう絵かってなった、あ、でもなんかさ、色チョイスが絶妙にお顔の色がないという。あ、そう、それもあるし、なんかおしゃれなくすみカラーなの全部。そうだね。カスタムペイントみたいに使いやすくなってるわけだね。おしゃれな感じ。使い勝手はいいですこれ。正直すげえいいです。めっちゃ柔らかくてよくない？筆先が。そう、塗りやすいし、可愛いし好きだな。デザインも可愛いし、300円でこの色数揃ってるのさ、可愛いね。しかもね、この今までこの100均系のところにアクリリックマーカーっていう文化があんまりなかったんで、ついに来たかという感じですね。なんかね、筆先がいい。そう、筆先がいい。結構こういうシリーズいくつか試してますけど、筆先がとても好み。はい、ということで、3COINS のアクリリックマーカーでお絵描き、こちらです。せーの、ドン。わー。いつも通り。なんかすごいいつも通り着手し、いやなんかまあそうな気はしてたんだけど。いや全然ちゃんとめっちゃそういうやつだからね。筆先柔らかくてとても描きやすかった。なんか想像した通りのアクリリックマーカーっていう感じでとても良かったです。はい。全体的に色がくすみカラーの。そう、この絵を見てもらうと分かるけど、めちゃくちゃカラフルっていうよりはちょっとこうスンと。ただなんかこれ紙に描いてるからかもしれません。これちょっとつるっとした紙ですけど。まあでもくすんでるかな。いやでも多分さ DIY とかするのにちょっとおしゃれなね、そう色味っていうかね。でそれで言うと絵描くにもトーンがさ揃ってるから色バラバラ感ある絵にはならないから結構いいんじゃないかなって思う。確かに。ただ難点としては肌を塗る色が特にないので。あ、そうだね。ここだけ例えばコピックで塗っても面白いかも。あ、そうだね。コピックとかアルコールマーカーとかそうだね。で塗ってもいいかもしれない。いい感じじゃない？めちゃめちゃにじむという感じもないよ。乾いてれば大丈夫って感じですかね。上には塗らないですね当然。塗って
ってないところがあれば色がちゃんとこう入るかなと、いう感じで、そう私今回、肌の色を塗るのを怯えて影だけこのピンクにのせたけど、いいね、でも白ってことでしょ、要は下は。あ、そうそうそう、もう髪の色ね、いやでも楽しかった。いや楽しかった、結構ちゃんとお絵かきできるよ。だって色数も結構あるし、確かに。しかも300円だよ。これ300円でお試しでこういうアクリリックマーカー試したいんだったらいいんじゃないですかね。ね、いいね。おお、いやーすごい、ついに3COINSにもお絵かきの波が。各社どんどんこのアクリリックマーカー研究してほしいね。っていうか、もっとさ、ドチャビビットなアクリリックマーカーがいつか出てくれって思ってる。それしかもノリがいい。大きな声で言っときな、各社さんに。各社に作ってくださいっていっぱいアピールして。でみんなはフライパンの横じゃにこうやってクレッピでつけられるザルを買うとすごい便利なのでおすすめです。はい、それは普通に3COINSの日用品ですね。そう、便利すぎて、ゲイさんのお母さんにも買いに行っちゃったもん。みんなにあげて。みんなにあげて。今回3COINSで書いたのはこのニューワナサヤさんとアクリリックマーカーでただ楽しく書いたらグガキっていう。これエビちゃんね。これね、タコカニ。タコカニクス。この子タコで、ここはあそこカニだったんだ。そう、毛先についたカニ。毛先についたカニ。はい。なんかさやが横でエビエビずっと言ってるから頭の中なんかシーフードになっちゃって。そうだってエアインテーク書いたからさ。そうなんかそれなんか横でさ気づいたらなんか俺タコみたいな生物書いて、じゃあ先端にカニを書くかと思って。じゃあとは。まあただ今回の中で一番発色が良かったのがこれだなっていう。そうね、赤ね、この赤が一番発色がいい感じの赤だったので、この赤とこの青を中心にやった結果、こんな感じになりました。はい、今回3COINSセット。ということでまた皆さんぜひ夏目さん家に使ってほしい何かがありましたらコメントしといてください。コメントしといてください。あとキッチンセットでなんかおすすめの便利グッズとかもあったら教えて。確かに皆さんの3COINSのおすすめアイテム、画材、日用品問わずあったらコメント欄でおすすめお願いします。はい、さやさんの2026年料理をするという目標は皆さんにかかっていますからね。多席するな。